皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは当チャンネルで主力となっている企画、小型株の需給データをもとに次踏み上げが起こりそうな銘柄を分析するという約1ヶ月おきに行っている企画ですけれども、どのようなデータを分析するか簡単にご紹介しますと、そもそも小型株の多くはそこまで大きな流通株数を伴っていない銘柄が多いですけれども、そんな中で空売りの需要が高まっているような銘柄ですね。これは主に信用買いを行っている個人投資家から証券会社を介してヘッジファンドに貸し出されている株券をもとに空売りが行われています。ただ彼らヘッジファンドの思惑通り株価が下がれば株を買い戻して返済に充てることができますので、当該銘柄の需給逼迫にはつながらないんですけれども、思惑に反して株価が上がってしまった場合、これはヘッジファンドの空売りポジションが苦しい状態。先日ご紹介した伊勢化学を空売りしている野村アセットシンガポールと同じように、上がってしまった株価ではポジションを閉じることができません。一方で空売りに使われる株券を借りてきた元々の信用買いのポジション、左側の個人投資家については株価が上がっている場合というのは、ポジションを閉じて利益確定を行いたいという動きになります。そうすると左側で返してという動きが出ている一方で右側のヘッジファンドは返すことができない。こういったロジックで主に小型株の需給逼迫が発生していると。そこで分析に用いるデータとしては右側ヘッジファンドが空売りを行っている数量の変化。そして左側信用買いがどれくらいの割合で行われているか。この両サイドのデータを分析します。毎週日証協が出してきているデータをもとにご覧のようなグラフを更新していくわけですけれども、0より上に出ているオレンジの棒グラフあるいはピンクの棒グラフが空売り残信用売りの流通株に対する比率。一方で下側に出ている水色の棒グラフというのは信用買いの流通株に対する比率となります。上下それぞれで4つずつのデータを用いるわけですけれども、まず1つ目が棒グラフ全体のトレンド、近似直線を引くことでこの勾配がどれくらいプラスになっているか。そして直近足元のところ、グラフで言うと一番右側のところですけれども、この近似直線の最新の値、近似値と実際のオレンジの直近の比率、これがそれぞれどれくらいの数値になっているか、さらにその差を取ることで、空売りの勢いが足元でどれくらい増しているか、こういった状況を各銘柄で読み取ることにします。それではまずは前回5月9日のデータまででピックアップした銘柄、約1ヶ月その後、どのような株価推移をたどったか確認していきたいと思います。前回の動画で選んだ銘柄というのは、こちらのリストになるんですけれども、新たにですね、直近の出来高の盛り上がり方、あるいは1ヶ月の株価推移というのを、銘柄選別の際の参考として、新規でご覧いただく形に変更しました。リストアップの条件としては、空売りサイドの直近比率が 50% 以上、また近似直線との差が0以上ということで、足元で従来よりも空売りの勢いが増している銘柄ですね。一方で信用買いの方はある程度数量が入ってくれればいいと、優先順位としてはそこまで高くないので 20% 以上と緩めの設定にしています。また前回1ヶ月前はグロース株の相場環境があまり芳しくないということで動きが停滞していたために購買自体があまりつきにくい。多少なりとも条件緩めて少なくとも足元で空売りの勢いが拡大しているという条件さえ満たしてくれれば、それなりに可能性のある銘柄幅広に拾いたいなということで、購買に関しては本来0以上が好ましいですが、マイナス 0.1 まで許容をとっています。その中で空売りの直近比率が高いものの順番に並べますと、ご覧のリストが出来上がるわけですが、その中から1ヶ月間ですね、株価の推移動きを見ていきたい銘柄として選んだのが、キャスター、ジャパン M&A ソリューション、アイデミー、バリュークリエーション、コレックという5銘柄。主に差のデータが大きいもの、空売り比率の盛り上がり方が直近で過熱しているもの、そして出来高が盛り上がりを見せていて株価があまり顕著に下がっていないようなものという軸で5銘柄選びましたけれども、具体的な選別過程についてはまだご覧になっていない方は前回の動画ご覧いただければと思います。そうするとこちらの5銘柄それぞれ1ヶ月間どのような株価推移をたどったか、縦の点線入っているところが5月の10日の株価になっていますので、この点線より右側が前回企画からの推移、
収益機会となりますけれども、まずキャスターについては途中ですね、5月の下旬頃に一度ストップ高をつける日がありましたが、勢いが長続きしなかった。続いてバリュークリエーションに関しては、ほぼ上にも下にも大きな動きなく横ばいの推移。そして3つ目のコレックに関しても同様にほぼ横ばいとなっています。こちらの3銘柄が1ヶ月前の段階では、空売りの比率拡大の勢いと、その時点までの株価推移見たときに、好ましい方の3銘柄と申し上げていましたが、キャスター以外はあまり効果がなかった。グロース市場がなかなか盛り返してこないので、負けなかっただけ良かったなという結果になりました。そして残りの2銘柄ですけれども、アイデミーに関しては、動画紹介直後には多少上がるところもありましたが、これまた総じてみると同水準で終わっていて、ここまでの4銘柄が結果として実際にエントリーしてみた銘柄となります。そして最後の銘柄、こちらに関しては、ジャパン M&A ソリューションですけれども、様子を見て入るチャンスがもしあればと申し上げましたが、結果としてエントリーすることはありませんでした。ということで、前回は第6回の小型株需給分析企画だったので、第1回からの結果リスト更新しますと、左から順番に銘柄、そして購入した日、基本的には動画をお出しした次の営業日以降の日付となっています。そして売却した日、こちらに関してはそれぞれの銘柄で動きが異なりますので、テクニカルの要素であったり、先ほどの受給データの変化というのも合わせて各銘柄の売却タイミングを判断しています。一方で購入フラグというところがゼロになっているグレーアウトしている銘柄、こちらに関しては注目銘柄としてピックアップしたけれどもエントリーしなかった銘柄、購入日、売却日に関しては前回動画直後から次回動画の直前までを購入日、売却日の欄に入れています。実際にはエントリーしていない銘柄ですね。そして各銘柄当該期間の騰落率、これをグロース指数の騰落との差を取ることでアルファを計算しています。こちらの企画は去年の9月から始めていますけれども、最初の方ですね、昨年の後半というのはグロース市場もそこまで大きく崩れることなく、指数としても堅調な動きをする中で、特に大きく株価が上昇するような銘柄を選択できていたんですけれども、足元ですね、特に4月以降、グロース市場全体がさらに下げ方向に進んでいく中で、なかなかですね、その逆風を切り裂いて上に上がっていく銘柄を選択するというのは少し難しくなってきているかなという状況です。今回更新した銘柄に関しては、オレンジの枠で囲っております4銘柄と前々回4月にご紹介した持ち越しの1銘柄、5246エレメンツという銘柄ですね。この5銘柄を決済しています。下の4銘柄、キャスター、バリュークリエーション、コレック、アイデミーに関しては、先ほどチャートでもご覧いただいたように、キャスターだけは途中ストップ高つけるところありましたので、そこである程度の利益が獲得できましたけれども、その他3銘柄に関しては、ほとんど横ばいの推移となっています。一方、前々回4月の持ち越し銘柄、エレメンツに関しては、比率のところをご覧いただいてもダントツで 64% のプラスと、ただ売却のタイミング6月20日と木曜日になっていますが、金曜日21日にも約 7% 上昇して1300円近く、かなり話題になっている銘柄ですけれども、そこまで持たなかったというより、早めに抜けた理由としましては、このエレメンツを話題にした某インフルエンサーがいるんですけれども、こいつが絡むとですね、ろくなことがないと、結構人気がある方みたいなんですけれども、個人的にはですね、投資家の端くれにも置けないような X のアカウントを利用した株価操縦の疑いありと、まさかこいつがエレメンツに言及してくるとは夢にも思っていませんでしたので、この後上がっていくか下がっていくかはわかりませんけれども、下がっていった時にこいつに絡まれたせいで負けてしまったと、悔やんでも悔やみきれないかなと判断したので、いつも以上に早めに出ています。こいつのやり方に関しては A バランス以降ですね、巨大なインフルエンサーという立場を利用した特定銘柄に言及し、株価を釣り上げて自分だけが甘い汁を吸うというような投資行動が可能となるやり口を常に取っていますので、善良な投資家の皆さんはこちらの URL から証券取引法違反の疑いということで通報していただければと思います。さて前回のおさらい、最後話が逸れてしまいましたけれども、ここからはですね、今後約1ヶ月間、次回のこちらの企画にかけてですね、実際今足元で需給が逼迫している銘柄というのを探していきたいと思います。
こちら先ほどご紹介したデータ分析及びリストアップしたものなんですけれども、一つだけ変更したところがありまして、一番右側の1ヶ月の株価と書いているところ、こちら誤色の訂正ということで大変恐縮なんですけれども、2週間に変更しています。というのも、その一つとなり出来高の盛り上がり方というのが10営業日のものに対して3ヶ月間と対比した時の倍率を示しているんですけれども、10営業日というとちょうど2週間ですので、この期間出来高の盛り上がり方と株価の騰落を一致させるということで変更したんですが、項目を変えるのを忘れてしまいました。それでは具体的に中身見ていきますと、まず目につくのは空売りサイドの直近比率、オレンジの棒グラフのところですね。ここの比率というのがかなり前回よりも 10% 程度各銘柄で上がってきている。グロース市場全体として難聴な推移が続いてきましたが、空売りのポジションは各銘柄で水準が上がってきているということで、だんだんと相場全体の底打ちが先月よりも近づいてきているのかなという印象です。そして個別の銘柄をご覧いただきますと、2番目に入っている売れるネット広告社。こちら何度か踏み上げが起きている銘柄ということで、特徴的な名前も相まってご存知の方多いかと思います。また4番目ですね、モノ AI テクノロジー。こちらはもっと直近ですね。先週から今週にかけて株券不足で話題になった銘柄です。ということで、こちらのリストの中から今後1ヶ月間見ていきたい銘柄をピックアップするわけですけれども、基本的には空売りサイドの盛り上がり方、差の部分のデータ、紫の棒グラフですね。ここが盛り上がっている銘柄をピックアップしていきたいわけですが、先ほど申し上げたように売れるネット広告社何度か踏み上げが起きていますので、もう一度波が来るのかを要チェックとしたいと思います。一方、モノ AI テクノロジーは差分が 23.46% と大きい数字出ていますけれども、後ほど株価推移ご覧いただきますが、すでに一度株価急上昇して折り返してしまっているという状況ですので、こちらは飛ばしてその一つ下バードマン。この銘柄の空売りサイド、差分は 20.25% でかなり大きく、信用買い青の棒グラフのところも 45% とかなり逼迫の可能性を秘めています。一方、出来高に関しては 0.29 倍と、この3ヶ月間で直近の2週間はかなり盛り上がりに欠ける取引状況ですが、その2週間の株価は 9.2% のプラスということなので、今後出来高の盛り上がり回復してくれば個人的にはかなり注目していきたい銘柄です。さらにその2つ下ブルーイノベーション。こちらも空売りサイドの差分が 24.72% とリストの中で一番大きく、信用買いの比率も 41.81% で高い水準。さらに出来高の盛り上がり方に関しては直近10日間は3ヶ月間に対比して 1.74 倍とだいぶ盛り上がってきている銘柄ですね。そして4番目の銘柄に関してはアスタリスク。こちらも空売りのサイドで差分が 15.44% と大きめの数字になっています。出来高も直近の2週間が3ヶ月に対して 1.98 倍となっていますが、株価の推移が足元 15.6% のマイナスということで、こちらについては空売りのポジションがそこまで苦しくない可能性がありますので、後ほどの株価推移ご覧いただいて、実際エントリーしてみるべき銘柄なのか判断したいと思います。そして最後ですね、一番下カバーという銘柄。こちらも空売りサイドの差分が 15.11% と高めの数字ではありますが、空売りの比率自体がこれまで選んできた銘柄よりはだいぶ低くなってきています。ただ一番右側のところ、出来高や株価の盛り上がり方というのはリストの中ではモノ AI テクノロジーに次ぐ赤さとなっていますので、こちらも来週以降要チェックの銘柄としてピックアップしたいと思います。先にですね、赤の線で囲っていた2つの銘柄、売れるネット広告社とモノ AI テクノロジーの空売り及び信用売りのグラフ、信用買いのグラフ、過去半年間の推移をご覧いただきますと、左側、売れるネット広告社に関しては、空売り残のオレンジのグラフがですね、左側前半では下がってきていますが、右側後半ではかなり上昇基調。また所々でわずかですけれども、ピンク色の信用売りのグラフも積み上がっているのが確認できます。そういったタイミングでですね、一番最初に大きな踏み上げが起きたのは2月で1000円から6000円まで上がりましたけれども、そこから再び2000円割り込む水準になって、ちょうど前回動画をお出しした前後ですけれども、
3000円を超える水準まで一度戻したと。ただ再び足元では2000円前後となっています。一方右側モノ AI テクノロジーに関しては、オレンジの空売り算自体は上げ下げありながらもそこまで大きな伸びを示していないんですけれども、非常に珍しく特徴的なのがピンクの信用売りの積み上がり方ですね。恒常的に積み上がっているのとともに大きく目立っている。そして足元6月14日の一番右側のデータでは、それまでの信用売りの3倍近くに膨れ上がっているというのがお分かりいただけると思います。おそらくこのピンクの信用売りのポジションが膨らみすぎたがために株券が足りなくなったと、後ほどご覧いただきますが、新規の貸付を停止する。この動きですでに今週500円から900円近くまで上がったんですけれども、すでにですね、600円のところまで折り返してきてしまっているので、こちらの銘柄に関してはデータの使い方の材料としては使いますが、エントリーはしない銘柄としています。先ほどのモノ AI テクノロジーの株券不足、信用売りの積み上がりが大きくなったがために、新規の売り立てを停止すると申し上げた話ですが、日本証券金融株式会社貸借取引銘柄別制限措置一覧というところからリストの上の方をピックアップしているんですけれども、今までですね、ご覧いただいているものだと2015年と書いている銘柄もありますけれども、貸借取引に関して過去制限が行われた銘柄ずらーっと下までだいぶ並んでいるんですけれども、この中でですね、モノ AI テクノロジーリストアップされているところを抽出しますと、右側ですね、2024年6月14日、新規の売り減引き申し込み停止となっています。また貸借料率最高10倍に引き上げるということで、かなり需給が逼迫した銘柄ですが、こちらの銘柄の場合、だいぶ早く株価を折り返してきてしまったということは、念頭に置いた方が良いかもしれません。また、モノ AI テクノロジーの一つ下には、今回ピックアップしたカバーであったり、何回か前の企画でご紹介したモンスターラボホールディングス、こういったところも需給逼迫から制限がかかっていたのが確認できるかと思います。また、行動をさらに下がっていきますと、アスタリスクであったり、一番最新の話ですね。ウォッシュハウスという銘柄も6月21日ですね、一時的に大きな上昇の動きを見せた銘柄となっています。それでは先ほどピックアップした銘柄、5銘柄のうちの残り4つを空売り、信用売買の状況と株価推移ご確認いただきますと、まずブルーイノベーションですね。5月下旬以降、かなり空売りの拡大勢いが増しています。続きましてこちらの銘柄はバードマン。同様に6月入ってから空売りの比率が大きくなっていますね。そして先ほどの貸借制限のリストにも入っていたアスタリスク、もう一つカバーという銘柄。それぞれ特徴的なのは信用売りのピンクの棒グラフの積み上がりが下の2銘柄では確認できるというところ。ですので上2つの銘柄に関してはこれまでの企画通りエントリーしておいて需給の逼迫踏み上げを待つというような戦略。一方で下2つに関しては貸借制限絡み信用売りの積み上がりというのがポイントになってきますので、様子を見つつ土短期での勝負になってくる可能性も考えられます。また空売りの積み上がり方、これと株価の推移ですね。空売りが積み上がっていても株価が下がっているんであればポジションとしては苦しくないですので、株価の上昇が見られているかというのが確認のポイントになってきます。そうするとブルーイノベーションは5月の下旬以降は株価は下げ渋っていますので、そこより後ろで大きく積み上がっていることもあり、多少は苦しい空売りポジションも出てきているんではないかという状況。続きましてバードマンに関しては6月以降の動きですので、全く株価は下がっておらず、新規で積み上がった空売りのポジションというのはほとんど利益が出ていない状況かと思います。この2銘柄に関しては株価上の方向に少しずつでも動いていけば、だいぶ逼迫してくる状況に進んでくれるんではないかと。一方でアスタリスクですね。こちら先ほどのリストに載っていたように5月後半から信用売りのポジションが多いために、すでに株券が足りていないということで何度か踏み上げが起きています。ただそれでも踏み上げの直後に多少折り返してはいますが元の水準には戻っていないのと、先ほどご覧いただいたようにまだ信用売りのポジションが残されているままですので、この後もう一段落動きがあるか短期的な目線念頭に置きながら見ていきたい銘柄かと思います。そして右下のカバーですけれども、こちらも5月後半以降ですね、信用売りのポジションが増えてきている銘柄ですが、5月の後半以降は株価推移としては底打ちして
上がってきているという状況ですので、この後需給の逼迫がかなり期待できるような動き方をしているかと思います。もう早めにエントリーしてしまって短期での勝負という風にいきたいと思います。ということで今回から次回当企画約1ヶ月おきにしていますので、おそらく7月後半あたりかと思いますが、ご覧いただいている4銘柄プラス先ほどの売れるネット広告者5銘柄あたりを重点的にマークしながら小型株需給分析企画を進めていきたいと思います。それではまとめとして、これまでの実績、前半の最後にリストで過去6回のそれぞれの銘柄、当落をご覧いただきましたけれども、昨年の9月最初に当企画を始めてから、少し空いた期間もありましたが、基本的には1ヶ月おきにですね、過去6回、ここまでご紹介してきて、5回目と6回目の間は、一番横ばいの期間が続いていたというのも、グレーの線グラフ、グロース250指数が軟調に推移した相場だったので、地合いが悪い中で逆に上がっていく銘柄をなかなか見つけられなかったということで、それでも負けないだけの銘柄が選べているというのはまだ良かったなという話でした。前回5回目までだと、昨年9月スタート時点を1とすると 2.6 となっていましたけれども、直近の成績まで引っ張りますと、持ち越したエレメンツやキャスターの上昇が寄与して 3.05 まで上がったということで、だいたい 200% ぐらいは積み上げることができていると。その間ですね、トピックスは 1.15、グロース250指数は 0.88 と皆さんのご協力もありまして、それなりにいい銘柄選別ができているのではないかなと非常に感謝しております。どのようにグラフを引いているかと言いますと、ご紹介した銘柄の中で投資対象としているものを当金額投資して星印のタイミングで銘柄入れ替え、リバランスを行っているというような手法を用いています。6回目の相場環境はグロース250指数、少し底打ちしてきているかなと。先ほど空売りの比率が全体的にも高まってきているということで、売り圧力の余力もだいぶ減ってきているかなという印象です。ですので、選択した銘柄の需給逼迫による上昇というのも少しずつ確認できるようになってきたと。再びこの企画が意義をなしてくるかというのは、ご覧いただいている皆さんにもかかっていますので、今後ともぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、たくさん当チャンネルの動画お楽しみいただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。